こんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。このチャンネルでは、アダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるための情報を発信しています。興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。また、このチャンネルの動画はすべて字幕の整備もしてありますので、字幕が必要な方は字幕の設定をオンにしてください。それでは今日は憎しみの抑圧について話します。最初は気づいていない人の方が多いのですが、普通アダルトチルドレンは憎しみを抑圧しています。抑圧とは意識したくない、認めがたいことを無意識に置くことです。だから自分に憎しみがあるとは気づいていない人も多いです。自分はアダルトチルドレンだけど、憎しみは抑圧しているかわからないという人は、このようなことはありませんか？いつもイライラする。あいつも憎い。こいつも憎い。ストレスがすごい。人の不幸を喜んでしまう。人の幸せを喜べない。いつも人間関係がうまくいかない。親しい人ができない。いつまでも店員の態度が許せないことがある。急に爆発してしまうことがある。このようなのは憎しみを抑圧している人の症状です。もしこのような症状があるのであれば、自分は憎しみを抑圧しているのではないかという前提で続きを見るようにしてみてください。いや、俺はいつも穏やかな気分で人の幸せが好きでイライラもしていないというのでしたら、この動画は飛ばしていただいて結構です。最初に気づいていない人の方が多いと言いましたが、例えば小さい子供は一人では生きられません。親に見捨てられたら死んでしまいます。このような状況では、その依存相手を憎めません。見捨てられたら大変だからです。大きくなると意識できる人もいますが、普通小さい子供は親が毒親であっても、親への憎しみは意識できません。仮に虐待されていても、自分が悪いことをしたから、自分が悪いから殴られたと解釈する人が多いです。このように解釈するのは自己防衛です。生きていくための防衛です。防衛が働いて、親への憎しみを意識できなくても、憎いものは憎いんです。意識できないだけで、無意識では憎くて憎くて仕方ないという状態になっています。これが憎しみの抑圧です。ではなぜ血のつながった親に憎しみを持つのかということですが、アダルトチルドレンは小さい頃から自分の本性的な欲求である甘えたい、愛されたい、認められたい、関心を持たれたいなどが満たされなかったために心が成長していない人が多いです。心が成長するために必要な
本性的な欲求というものは小さな欲求ではありません。ものすごく大きな欲求です。欲しくて欲しくて欲しくて欲しい欲求です。大きい欲求なので、意識はできなくても満たされなければ怒りを持ちます。そして理解してほしいことは、毒親育ちは一度だけではなくて、ずーっと満たされなかったのです。毎日毎日です。ずーっとです。その間に意識していないだけで、憎しみはどんどん膨れ上がっています。つまり抑圧しているのは小さな憎しみではなく、とても大きな憎しみなのです。だから最初に挙げた、いつもイライラする、あいつも憎い、こいつも憎い、ストレスがすごい、人の不幸を喜んでしまう、人の幸せを喜べない、いつも人間関係がうまくいかない、親しい人ができない、店員の態度が悪いといつまでも店員の態度が許せないことがある、急に爆発してしまうなどという症状が出るのです。そして多くのアダルトチルドレンは憎しみを抑圧していることに気づいていないので、なんで自分はこうなんだと自己蔑視、自己嫌悪を始めるのです。ほとんどのアダルトチルドレンは自分は性格が悪いと思っていますが、それは違います。性格が悪いのではなくて、憎しみを抑圧しているんです。そして大元に小さい頃そばにいた人への大きな憎しみを抑圧しているから、ちょっと何かがあると、その抑圧している憎しみが刺激されて、あいつは憎い、こいつも憎い、あの店員の態度はなんだという怒りになるのです。大元の憎しみが大きければ大きいほど、周りの人への憎しみも大きくなります。大元の憎しみを通して周りの人と接しているのです。だから世の中見回してみると、すごい些細なことです。すごい怒る人いますよね。大したことされてないのに怒りがめちゃくちゃすごいっていうのは、抑圧した憎しみが刺激されています。こうして親だけではなく、周りの人への憎しみもプラスされていきます。このように動画にするときは、便宜上一つの要素ずつ話していますが、もちろん心は複雑なので、この憎しみの抑圧という一要素だけではなく、他の動画で説明しているようなことも絡んでいます。例えば、アダルトチルドレンは、周りは敵と感じている人が多いですが、そのような要素も絡み合って、必要以上に相手を憎く感じています。ここまでは親への憎しみを中心に話しましたが、大人のアダルトチルドレンが持つ憎しみは、親だけではなく、世界全般に広がっています。
AC の特徴、甘えについてという動画で詳しく話しましたが、アダルトチルドレンは心が成長していないということを思い出してください。自己中心的にああしてほしい、こうしてほしいが激しく強いんです。激しく強すぎるので満たされません。40もらえればありがとうの世界で100を要求しているのです。100もらえることはありえませんので、そこで40ももらっているのに怒りになっているのです。そして自分が甘えていることに気づいていないから、また気づいていても意識し続けていないから、すぐに忘れて相手がひどいと感じ憎しみになっているのです。これだけではありません。自分を犠牲にするアダルトチルドレンの直し方、アダルトチルドレンは自己主張が苦手などの動画で話しましたが、多くのアダルトチルドレンは自分を犠牲にしながら生きているので、憎しみがどんどん溜まっています。この辺も大事な話なので、まだの方はよかったらそちらの動画もご覧になってください。参考動画は概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンはこのように生きてくるので、気づかないうちに憎しみの塊になってしまう人が多いです。さっき小さい子供は一人で生きられないので、親への憎しみは意識できないと言いました。ではなんで大人になっても周りの人への憎しみを意識できないのかについてですが、もちろん意識できる人もいます。でも人が怖かったり、依存心が強いと、あるいは深刻な愛情飢餓の人は、やはり憎しみを意識することは危険なんです。憎しみを持っているとバレたら、殺されるかもしれない。捨てられるかもしれない。こういう時、心理的に一人で生きられない人は、防衛で憎しみを抑圧します。イライラするとか、あの態度嫌いとか、憎いまで意識できても、それがどれほどの量の憎しみなのかというところまでは意識できないのが普通です。一人で生きていけるようになって、あんな奴には嫌われてもいい。あんな奴のために自分を犠牲にするのではなく、自分の人生を生きようと思えるようになると、正確に意識できるようになっていきます。それまでは部分的には分かっても、正確には分かっていない人が多いです。なので知らない間に憎しみの塊になって憎しみに支配されてしまうのです。憎しみはある程度までなら問題が表に出ないまま抑圧できますが、莫大な量になってくると心の病気になってしまう人やトラブルを起こしてしまう人、事件を起こしてしまう人なども出てきてしまいます。ある程度までならあいつを殴りたいと思っても、殴ったら大変なことになるから、殴るのはやめようと自分をコントロールできます。これが莫大な量になると、
自分で自分のコントロールができなくなります。やめようと思ってもやめられなくなります。例えば先日目撃した出来事なんですが、自分の車の前を別の車に割り込まれた人がクラクションを爆音で鳴らしました。あまりにも大げさに、そして長く鳴らし続けていたので、どんな人だろうと思って車の中を覗いてみたら、運転者は男性でした。おそらく彼女も冷静に考えると、喧嘩になるからやめた方がいいと思うのですが、憎しみに支配されると、そのコントロールができなくなるということがあります。それでクラクションを爆音で鳴らし続けてしまうということも起こりうるのです。そして前の車から怖い人が降りてくるみたいなこともありえます。この出来事は、前の車からは誰も降りてきませんでした。でも危険だったと思います。私が目撃したのはクラクション事件ですが、目撃していないことも合わせれば、電車内で無差別に人を刺してしまうなどという事件も実際に起こっています。憎しみをため続けるというのは、自分を病気にもしますし、自分のコントロールも失いもします。とても危険なことです。では一回ポイントを整理します。アダルト・チルドレン、毒親育ち。呼び方は何でもいいですが、心が成長できるほど愛されなかった人は、普通乳幼児期にそばにいた人への憎しみを抑圧しています。それも少しだけではなく、とても大きな憎しみです。さらに人生を続けている間に、周りの人への憎しみも追加されて、莫大な量の憎しみを抑圧しています。意識していなくても、無意識にこれがあるから、あいつも憎い、こいつも憎い、あれも許せない、これも許せない、となって、ストレスの中で生きています。ある程度までは、表に問題が出ることなく、憎しみを抑圧できますが、限界があります。限界を超えると、病気になったり、自分で自分のコントロールができなくなります。こんなことやめようと思ってもやめられなくなります。例えば匿名での誹謗中傷をやめようと思ってもやめられないということが起こります。これを放っておくと、もっと大きなことがコントロールできなくなってくるかもしれません。危険です。大事なことはまず、自分が憎しみを抑圧していることに気づくことです。そして大元に誰への憎しみがあるのか突き止めることです。そしてその憎しみをフィルターとして、そのフィルターを通して世界を見ていると気づくことです。次に憎しみがたまる生き方をやめなくてはなりません。人の言いなりになる。人に利用される。嫌なこともノーと言わない。自分を犠牲にしてその場を収める。傷つけられても抗議しない。嫌いな人から離れない。尽くしすぎる。このような生き方をやめないと、どんどん憎しみが溜まってしまいます。このような生き方をやめ、自分のしたいことを見つけて、
それに全力を尽くすことができたら、憎しみは消化されていきます。つまり自己実現的に生きられれば、憎しみは消化されていきます。だから、しなければで生きる生き方から、したいで生きる生き方を目指しましょう。アダルトチルドレンにとって、これが難しいことは分かっています。自分を犠牲にして人に尽くしすぎるのは、迷惑の人に抗議すらできないのは、嫌いな人から離れられないのは、きちんとその理由があります。その理由を無視して人に尽くしすぎるのはやめましょう。自分を犠牲にするのはやめましょう。と正論を言う人は多いですが、正論を言われても無理なものは無理です。しなければではなく、したいでいきましょうと言われても、根っこに恐怖があれば、しなければで生きてしまいます。心はいろいろな要素が複雑に絡み合っています。克服するには、この動画で話していることだけではなく、いろいろな方面からの内容を理解する必要があります。そして根っこにあるものに気づき、癒し、成長する必要があります。だからいろいろな方面からの動画を出しています。それらをただ理解すればいいのではなく、自分のものにする必要があります。自分のものになっていない間は、新しいことに気づいてもすぐに忘れてしまいます。せっかく学んでも忘れてしまったらまた学び直しです。忘れないようにするためには、新しいことに気づいたら何度も何度も何度も考え続け、腑に落とす必要があります。そして心を成長させる必要があります。自分のものになるまでには時間がかかります。それまでは怖いです。アダルトチルドレンはすごく怖く感じる人になるように育っています。だから正論を言われてもすぐにできるというものではありません。正論だけを言う人の意見を真に受けていると自己蔑視を強めます。今すごく怖いのと、その恐怖のせいでまともに生きられないのは、あなたのせいではありません。でも、そこを目指しても、すごく怖くてそこへ行けないと気づくことも前進です。だからあえて正論も言いました。もう一度言います。そこへ行けなくても前進です。こうやって本や動画などで学んでいるならば、成長が目に見えなくても進んでいます。そこを目指してもそこに行けないから自分を責める、あるいは諦めるのではなく、なぜ行けないのか、何が足りないのかなどを考えることが次のステップです。この戦いは一気に目的地に行けるような、そんな甘いものではありません。憎しみをテーマに話したのはこれが1回目ですので、まずは気づいて目指す方向を知ることから始めましょう。一段ずつ上がることが大切です。
おいおい憎しみの別の処理の仕方なども発信していきます。では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。今後もアダルトチルドレンが生きやすくなるための情報を発信していきます。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。